今回はバイクチェックをやってきます。1年ぐらい前かな、バイクチェックやったんですけど、ちょっとその時と比べて結構変わってきたので、改めて見ていきたいなと思います。まずフレームからですね。フレームは、モーテルワークスのドリップです。2年くらい前に乗せ替えました。前もモーテルワークスの使ってたんですけど、今回もモーテルワークスです。これは、トップチューブが 19.5 のタイプです。前は 18.8 か 18.9 っていうサイズを使ってたんですけど、長くしてみました。乗り味としては前回の短い方がタービン系はもしかしたらやりやすいかなと思ったんですけど、特に慣れたら問題ないです。バックヤードのグライドはもしかしたら長い方がやりやすいのかなっていう気もしましたけど、正直すごい大きな違いっていうのは未だ分かってない状態です。本当はね、もっと違いが分かる人だったら解説できるんでしょうけど、僕はそこまで大きな差っていうのは感じてないです。で、前作のフレームと違って、これですね、シートクランプが前は一体型だったんですけど、一体型がなしになって別付けになりました。僕はこっちの方が好きなので嬉しいですね。あとは、ここにチェーン引きがついてます。これもちょっと前作と仕様が変わってて、前はこれがこう内側についてたんですけど、ここに厚みを持たせて真ん中につけるっていう感じで、こっちの方がチェーン引きがやりやすいかなと思います。次はフロント側見ていきます。ハンドルバーは前と変わってなくて S&M のイントリカットかな。これはちょっともらい物なので、詳細なスペック分かってません。で、最初もらった時は全くカットされてない状態だったんですけど、確か最初と比べて左右で3センチずつカットしてます。あと1センチぐらい切ってもいいかなっていうぐらいのは、感じてますね。なんか長い方がタービン系とかやりやすいかなと思ったんですけど、慣れるとそうでもないというか、ある程度短くてもできるし、なんかいろんな技をやっていく中で、短い方が都合がいい技の方が最近増えてきたので、ちょっと切ってみようかなっていう気もしてます。グリップは相変わらず、テニスのグリップテープを巻いてます。普通のゴムのグリップの上に、テニスのグリップを巻いてる感じです。で、これはテニスグリップ用の、留めるゴムのバンドを一部つけてるんですけど、そんな必要じゃないかもしれないなと思ってます。あとこれは、前から使ってるグリップストップですね。で、バーエンドは前ステンレス使ってたんですけど、最近タイラーとかパークとかで乗ることが増えて、バーエンドがガリガリ減らなくなってきたので、プラスチックにしてます。オデッセイのパーエンズだったかってやつですね。ステムは最近変えたんですけど、TNB の VS ステムです。これリーチがめちゃくちゃ短くて 26mm です。前は 48mm 使ってて、その次に確か30だったか 35mm ぐらいの使ったんですけど、ちょっと一気に短くしてみたいな、ちょっと試してみたいなっていう気持ちがあって 26mm にしてます。で、これハンドルを裏にした時にちょっと差が出づらいかなと思って、それが個人的には好きですね。表裏での差が少ないっていうのがいいかなと思ってます。ただストリート技とかはもしかしたらやりにくくなるかもしれないです。今ちょっとね、膝が調子悪くてストリート技やってないので、その辺はわからないんですけど、今のところフラット技に限って言えば結構調子がいいです。ただフレームの長さが 18.8 とか 18.9 とか、ちょっと短めだったらこのステムは選ばないかなっていう感じです。このステム、ブログにも書いたんですけど、めちゃくちゃ軽くて 145g かそのぐらいですね。ボルトは普通のタイプとチタン仕様と2種類あって、チタン仕様にしてみました。それで 145g くらいです。ステムで200切るのってかなり少ないと思うんですよね。200g 前後がまずほとんどないので、かなり軽量な部類です。で、ここのフォークの上のこのコラム余ってる部分は本当は切りたいんですけど、ちょっとめんどくさくて切ってないです。ちょっと格好悪いんでね、絶対これ切った方がいいんですけど、またいつかやろうと思います。フロントフォークですね。フォークは前回と変わりなく、セントマーティンのフォークです。で、台座は前これついてたんですけど、知り合いの方にグラインダーで切っていただきました。膝に当たってすげえ痛かったので、切って正解だったなと思ってます。
フォークはチタンのやつにしたいんですよね。リアトリックでやっぱりフロント側軽くした方がやりやすいだろうなっていうイメージがあるので、特にこのフォークを変えると結構変わりそうだなっていうイメージがあります。もちろんハンドルも軽いのにしたいんですけど、このフォークをねチタンにしたいなと思うんですけど、7、8万ぐらいするんで、ちょっと躊躇してる状態です。フロントホイールですね。これは、カーボンのリムです。TNB のカーボンリムですね。フロントハブは FEC ファーイーストサイクルズのカーボンシェルになってるハブで、シャフトがチタンになってるやつですね。結構軽量なハブです。で、このハブガードも最近つけました。これは手で握った時にこう指が結構スポークに入っちゃって痛いことが何度かあったので、ちょっとこのラントっていうところのハブガード、これナイロンだったかな、軽いんですけど、これを左右つけました。これでちょっとね 60g とかそのぐらい重くなっちゃうんですけど、安全のためにつけておこうかなと思ってつけてます。フロントタイヤは IRC のサイレンプロ 1.90 です。このタイヤ 1.90 の中では多分最軽量だと思います。RS のケブラーの 1.90 より軽いです。ちょっとだけ。で、前後で使ってたんですけど、意外とちょっと滑るんですよね。もしかしたらこの真ん中のここが溝がないので、ツルツルになってるので、これのせいで滑るのかなと思いました。あとパターンもここまでしかないんで、ここを超えると滑っちゃうのかなとか。ちょっと理由はわからないんですけど、A クラスと比べると滑ります。もともとレース用のタイヤなので、フラット用のじゃないので、そういう設計になってないのかなと思います。今、軽量重視でちょっとこっちにつけてるんですけど、多分次は A クラスの 1.90 のケブラーに、すると思います。で、チューブは、ピンク色のね、すごい軽い、ポリウレタンだったかな。普通のチューブと素材の違う軽いやつです。最近流行ってますね。オレンジ色のやつとかもありますけど、30g から 33g くらいのめちゃくちゃ軽いチューブです。ただ気になるのが、このバルブ見てほしいんですけど、このバルブが細くて、ここが隙間空いちゃうんですよね。こんな感じで。これがちょっと怖いなと思ってます。これでガッて踏んだりしたらちょっとどうなっちゃうのかなっていう。ここ隙間埋めるためのゴムリングかなんかはめたらいいんでしょうけど、今のところこのままにしてます。で、もう半年以上使ってるんですけど、まだパンクとかはないですね。ただ、気圧もこっちあんまり高く入れてないし、メインで使ってる方じゃないので、パンクしてないだけかもしれないです。ちょっとリアの方でも使ってみようかと思って、もう一個買ってみました。オレンジ色の方のチューボリトだったかな、あれ読み方はよくわかんないんですけど、チューブは結構パンクしたっていう話聞くんですよ、いっぱい。オレンジ色のチューブよりもこっちの方が軽いんで、パンクするかもなと思ってたんですけど、今のところパンクしてないので、安心して使ってます。フロントペグですね。これはイギのマイクロフォンペグのセラミックタイプですね。イギのペグってここがちょっと湾曲してるタイプと湾曲してないタイプあるんですけど、これはちょっと湾曲してるタイプです。ここがちょっとポコッと盛り上がってる感じです。これがいいのかどうかっていうのはちょっと今のところわかんないんですけど、手で持つ側はここをちょっと湾曲してる方が外側に手が持っていかれづらいので、僕はこの形状は結構好きです。で、あと長さが物足りなかったんで、ここに 10mm のペグエクステンダーっていうやつと、ここに 5mm のキャップエクステンダーっていうのをかませて、そこにこれはナイロン製の柔らかい、キャップにしてます。でこれはかなり握りやすいですよね。で多分今まで使ったペグでは一番手汗で滑りにくいと思います。このサラサラしてるやつが汗をうまく逃がしてくれるというか、大量に手汗かくともう滑っちゃうんですけど、ある程度は手汗も滑りにくいなと思いました。ちょっと前までここに熱収縮チューブっていうチューブをはめてヒートガンで熱してチューブをつけてたんですけど、それはちょっとねたまに外れることがあって動いちゃうことがあったんで今つけてないです。握り心地はめちゃくちゃ良かったんですけど、ちょっと外れるのがめんどくさいなと思ってちょっとこのままにしてます。続いてリア側ですね。こっちも TNB のカーボンリムです。でカーボンリムは結構歪むとかたわんだりするとか
そういう話もちょくちょく噂では聞いてたんですけど、今のところは大丈夫そうですね。一応これずっと使ってる人にも聞いてみたんですけど、むしろ金属より強いんじゃないかっていう話もあったりして、まあちょっと実際どうなのかはまだわからないですが、今のところ大きな不具合はないです。で、リアのハブ、これもファーイーストサイクルですね。で、こっちも本当はチタンシャフトの仕様にしたかったんですけど、めちゃくちゃ高かったんで、なんかそれだけで3万以上確か変わった気がするんで、まあリアはそんな軽くしなくていいかっていうことで、普通のスチールタイプにしました。で、チューブはマキシスっていうところのゴムの中では結構軽いチューブです。まあでもこっちもフロントと同じポリウレタンのチューブにしようかなと思ってます。で、タイヤは RS の 1.90 ワイヤータイプですね。まあケブラーでもいいんですけど、ケブラーの方が高いので、こっちはリア側はあんまり軽量を重視してないので、ワイヤータイプにしてます。で、タイヤはヘレシーとかもう使ってみたんですけど、まあ、慣れの問題なのか僕はヘレシーあんまりうまく乗りこなせなくて、何回か試したんですけどやっぱ A クラスに戻りました。ただプロライダーの中でもヘレシーがかなり乗りやすいっていう人も結構いるので、なんか好みによるみたいです。あと A クラスの 2.1 も試したんですけど、2.1 もちょっと自分には合わないかなっていう感じでした。まあ、ただ世界チャンピオン取ってる片桐兄弟もこの間あったら2.1 使ってたので、まあ、乗り方によっては 2.1 もめちゃくちゃいいのかもしれないです。で、ダブ、ジン・ウィリアム・プレボスト、ダブにあった時は、ダブはもう、1.75 でリムもめっちゃ細いやつ使ってたんで、本当になんか、どのタイヤがいいっていうよりは人によるんだなっていうのを感じました。で、まあ自分は 1.9 の A クラスが今のところは調子いいかなと思ってます。リアのペグはイギのサージャントペグですね。これも湾曲してるタイプです。最近思うのはこれ湾曲してないタイプの方が良かったのかななんていう風にも思ってます。たまになんかこれ乗ってて足の裏が痛い気がして、これが湾曲してないフラットなタイプだったら痛くないのかななんて風にも思ってるので、ちょっとねリアペグは変えてもいいかなっていう気もしてます。あともしかしたらこの細さの問題で、ここ細いところ、この部分は 38mm だったと思うんですけど、もうちょい太くてもいいのかなっていう気もしました。まあでも基本的にはすごい普通に乗りやすいペグだと思ってます。はい、次足回りを見ていきます。クランクは、昔からずっと使ってるプロファイルのクランクです。これは 160mm ですね。長さもいろいろ結構迷ったんですけど、ペダル系のトリックやってる人で160使ってる人も多かったので、まあ、このままにしようかなと思ってます。なんか 145mm とか短めの方がやりやすい部分もあるのかなと思ったんですけど、なんかいろんな人に意見を聞いてみて、まあ、総合的に考えて160でいいかなと思いました。で、スプロケット。このチェーンリングはそのままですね。ソルトプラスっていうところの 25T ですね。あとチェーンは最近変えたんですけど、あんまりチェーンはこだわりはそんなないです。これはラントっていうところのチェーンですね。昔ハンコマのチェーンにはハマってた時もあったんですけど、なんか重量的にやっぱりハンコマの方が重くなりやすい気がしたので、最近はシンプルなこの普通のチェーン使って、まあ、調整用にハンコマを使ったり使わなかったりっていう感じです。で、チェーン切れて大怪我したことが何度かあったので、チェーンは結構怖くてちょいちょい変えてます。ちょっと錆がひどくなってきたなとか感じたらもう変えるようにしてます。で、これですね。このペダルがね、めちゃくちゃいいんですよ。最近ブログでも書いて、あとインスタにこれ載せたらなんか結構いろんな人からこれどこのすかみたいな連絡が来たんですけど、これはゴリックスっていうメーカーのペダルで、全然 BMX 用じゃないんですよね。ロードバイクとかマウンテンバイクとか通勤用の自転車とかそういう自転車向けなので、全然 BMX 用じゃないです。で、反射板もほとんどここについてて、あとここにねロゴも書いてあったんですけど、反射板はちょっとダサいんで外して、このロゴもねヤスリで削りました。ちょっと白くなっちゃったんですけど、で見ての通りこれデッキテープタイプのペダルです。前は元リフレックスペダルっていうのを使ってて、それは前面がデッキテープだったんですけど、やっぱねちょっと見た目的に僕としては普通のペダルの方が好きだなっていうのがあって、なんかいい形状のデッキテープのペダルあったらいいのになってずっと思ってたんですけど、最近たまたまこれを見つけて買いました。ちなみにこれ Amazon で見つけて買いました。
確か4000円ぐらいですね。元リフレックスペダルが9000円ぐらいするんですよ。あれめっちゃ高いんですけど。でそれと比べたら半額ぐらいなんで、結構こういうフラットタイプのペダルを試したい人にはちょうどいいんじゃないかなと思います。で、このペダルのめちゃくちゃいいのが、この回転しないんですよね。あんまり。これ伝わりますかね。ペダルによっては技やってる途中に勝手にこうフラフラ動くんですよ。このベアリングの回転が良かったりすると。で、自転車でその回転の良さって普通はいいはずなんですけど、フラットの技やる上では結構鬱陶しくて、こう回るのっていうのは。僕も最近ペダルのグライドをすごい練習してるんですけど、この位置で止まっててほしいのに、この技に入る前に少しずつ動いてきて、こう縦になっちゃって、こっちから踏みにくいみたいな。こうやって踏みたいのに、フラーってこういう風に回転して踏みづらいみたいのが結構あるので、すごい嫌だなと思ってたんですけど、このペダルは本当全然回らないので、すごい助かってます。自転車のペダルとしてどうなんだっていうのはあるんですけど、技をやる上ではすごくいいですね。ただ使っていくうちにもしかしたらこの回転するようになっちゃったりとか、そういう変化もあるかもしれないので、ずっと回転が同じではないかもしれないです。その辺は使っていかないとわからないんですけど、今のところ3週間ぐらいかな、使ってみて、変化はないです。動きにくい状態です。よかったらこれについて書いたブログがあるので読んでみてください。もしかしたら動画にするかもしれないです。ちなみに BB は、プラスチック BB を使ってます。ただ最近ちょっと調子が悪いので、新しいプラにするか、また普通の金属タイプの BB 買ったんですけど、つけてないのでそっちにするか、ちょっと考え中です。次シートですね。これ僕読み方わかんないんですけど、バーンドっていうのかな。前はステムがオイルスリックカラーになってたり、ペダルのテープもカラフルにしてたので、シートもカラフルにしてたんですけど、ちょっと落ち着かせようということで、この茶色にしました。しかもこれ結構軽量だったので、それも気に入って購入しました。擦れたところが、色が変わるのが味があってすごいいいなと思って、ちょっと気に入ってます。鼻先はもうちょっとだけ短くてもよかったかなと思うんですけど。そんな感じです。全体的に意外と前回と比べて変わったところがあったので、もう一回撮影してみました。セッティングを変えれば上手くなるっていうわけではないんですけど、やっぱり乗ってる時にちょっとここがストレスだなとかっていうところは、極力減らしていこうかなと思ってやってます。次変えるとしたらフロントフォークをチタンにしたいなとか、あわよくばハンドルもチタンにしたいなとか、そういうのはあります。フレームもね、チタンのフレーム乗ってみたいなとかっていう気持ちはあるんですけど、そこまでお金をかけるべきかとか、変えたところでそんなに自分は上手くなるのかとか、そういうことを考えると、ちょっと躊躇しちゃいますね。他の人が乗ってる BMX のね、パーツをこう一個一個全部詳細まで聞くっていう機会ってあんまりないじゃないですか。ちょっとこういうのも面白いかなと思って、引き続き撮っていこうかなと思います。もし気になったところとかあれば、コメントでいただければ返事していこうかなと思います。あとは結構パーツ変えるたびにブログの方で、更新することが多いので、ブログの方も見てもらえると嬉しいです。では、今回はこの辺で。さようなら。